はい、皆さんこんにちは。機械系男子のケンチです。今回はですね、僕が愛してやまない、もう大好きな作家さんをですね、3人に絞って紹介したいなと思います。実を言うとですね、大好きな作家さんってなると、もう3人どころじゃなくてですね、もうほとんど今まで読んできた、作品とか作家さんに対してですね、好きなポイントっていうのを言えちゃうわけなんですけども、それだとね、再現がなくなっちゃうので、今回はですね、3人に絞って、もうこの作家さんが書く本だったら、もう絶対自分が死ぬまでに全ての本を読みたいって思った作家さんに限って、今回ですね、選ばせていただきました。それでは早速、1人目から紹介していこうと思います。まず1人目がですね、はい、こちらの司馬遼太郎さんですね。坂の上の雲で結構有名な司馬遼太郎さんですけども、いや、このね、作品を読んだ時にすごい僕が思ったのは、心がね、すごい燃えるなって思ったんですよ。本当に読んでてね、心がどんどん燃えていきますし、読むことによって、自分もですね、その男の中の男になれるような、そういう軸をね、与えてくれるような本だなと思いまして、修羅の心っていうんですかね、そういうのが芽生えてきて、結構その武士道精神とかも学べるような感じでして、このね、柴さんの本を読んでね、すごい心が熱くなりましたし、あとはですね、柴さんがすごいなって思ったところが、これ歴史について書いてるんですけども、しっかりですね、その資料とかをいろんなものをきれいにまとめ上げるのがうまいなと思いました。で、単純にですね、時系列に並べていくだけじゃなくてですね、時系列が前後しても物語として分かりやすいなって思った順番に、柴さんの方で、物語を組み替えてですね、すごい読みやすくて、内容が入ってきやすいので、いや、この人はね、本当に調べる力も、それをまとめ上げる力もすごいなって思ってですね、この柴さんの本だったらもう全ての本を読みたいなと思って、今回ですね、選ばせていただきました。実を言うとですね、僕はまだね、司馬遼太郎さんの本は、この坂の上の雲しか読んだことないんで、これからですね、萌えを剣とか、龍馬が行くとかですね、そこで読んでいきたいなと思ってます。はい、それではですね、2人目に行きたいと思います。僕がですね、愛してやまない、作家さん2人目がですね、こちらの、はい、井上康さんですね。アスナの物語っていう、この前読み終えたばっかりですけども、この作品を読んでですね、いや、この方の作品はもう全部読みたいなって、本当に思いました。で、このアスナの物語はですね、動画でも紹介したんですけども、アスナロっていう木ですね、ヒノキになろうとしてるけども、一生ヒノキになれないっていう木を描いた、それをですね、主人公に例えたような話なんですけども、読む前はですね、やっぱりその何かを持って生まれた人間でありたいというふうに思うのが普通なわけですよ。才能を持って生まれたいと、そういう人間でありたいっていう思いが強かったんですけども、これをね、読んだ後はですね、何者にもなってない、だけども、明日は何者かになろうとしてるっていう、そういうエネルギーをね、持ってることに対して、誇らしくなれるような、そういう話でして、もちろん、日々ですね、みんな一生懸命生きてると思いますけども、そんな自分が誇らしくなるし、やっぱりその夢に対して一生懸命追いかけてるっていう姿がね、すごいかっこよく映るので、自分もそうでありたいと、いつまでもそうでありたいって思わせてくれるような本で、やっぱりそういうね、心をね、大事にしようかなって思わせてくれた本でして、それでね、井上康さんのことがすごい好きになったんですけども、もちろんね、その、一生懸命頑張ろうっていう姿を描写してる物語っていうのはいっぱいあると思うんですよ。いっぱいあるんだけども、井上康さん何が違うかっていうと、結構泥臭さをね、しっかりと表してくれてて、挫折も味わうし、もちろん失敗もするしっていう、やっぱりその中でも、泥臭くっていうか、なんか奇跡的なことが起こってうまくいくとかってなくて、本当に明日は何かになろうっていうエネルギーだけで、人がね、成長していく様を見れて、そこら辺がね、自分も見習いたいと。リアルっていうのとちょっと違うんですけども、でもやっぱりその現実世界に通ずるものがあったので、自分もこういう風に生きたいなと思わせてくれたので、大好きになった作家さんですね。で、3人目ですね、僕が愛してやまない作家さんの3人目がですね、はい、こちらの宮本照さんですね。いや、このね、宮本照さんはですね、初めて出会った時に本当にすごい感動を受けました。こんな作家さんがいたのかって思ったぐらいに、自分にね、ドストライクな話を書いてくれる作家さんでして、この星々の悲しみっていう本をね、物語を読んだ時に、いや、この人すごいなと。やっぱりなんかね、力ももちろん持ち合わせてるし、パワーだけでなんかインパクトを与えるんじゃなくて、しっかりとですね、読者に対して伝えたいことをですね、作家としての技量を持って伝えてくれる人だなという風に感じまして、で、僕がですね、常々言ってるその好きなジャンルですね、好きな話ってどんな話かっていうと、人がですね、成長していく様が見れるのがですね、好きな、ジャンルっていうか、そういう要素があると、好きな作品になるんです。あとはですね、すごい不思議に感じるのが、宮本照さんのね、経験してきた幼少期と、自分が経験した幼少期っていうのは、もちろん時代も違えば、住む場所とか、あとはその周りの環境とかっていうのは全然違うはずなのに、なぜかですね、自分の内面にも通ずる、自分にも同じような感情があったっていうのを
思い起こさせてくれるんですよ。これがね、本当に不思議でですね、もう言っちゃえばですね、その過去の自分に向き合うことができる小説だなっていうふうに思ってるんですよ。過去の、小学生、中学生の時に、例えば、嫌なことがあったとか、もしくはその当時では、まだ考える力がなかった当時では、どういうふうに自分の感情を処理していいか分かんなかったから、蓋をしたような状態の感情にですね、改めて向き合うことができるんですね。その小説の中で、主人公とか登場人物が、経験していく中でですね、自分の過去にもなんか通ずるものがあるなっていうふうに感じるんですよ。で、そこで初めて、その当時では、自分が何が嫌だったのかとか、どういう感情だったのかっていうのがうまく説明できなかったけど、今だったら冷静に向き合えて、過去の自分が何が嫌だったのかっていうのを冷静に分析することができるんですね。そうすることによって過去の自分と今の自分はつながっているので、今の自分の行動にも何かしら分かってくることがあるんですよ。自己分析みたいなもので、なぜ今でも自分は、こういう感じの時にこういう行動をしちゃうんだろうかっていうのがですね、過去の自分にその答えが見つかるというか、その当時では分からなかったことに対して、今になってですね、折り合いをつけて、自分に対して、理解を深めてですね、改めて、自分を振り返って、これからどうしていこうっていうのを考えられるので、もうそこら辺がですね、やっぱり登場人物自らも成長していくんですけども、それによって自分も読者としてもすごい成長するなっていうのが感じられる、作品をね、もう毎度毎度書いてくれるなって思ってまして、やっぱりね、この宮本照さんの書く作品は、人を成長させるような力があるのかなって僕は思ってるんですよ。なのでですね、この宮本照さんの作品は絶対死ぬまでに全作品を読みたいなと思ってるぐらいに好きな作家さんですね。はい。ではですね、今回は、自分が愛してやまない作家さん3名をですね、紹介させていただいたわけですけども、実を言うとですね、井上靖さんと、司馬遼太郎さんに関しては、まだね、これら1作品しか読んだことないんですよ。で、宮本照さんもですね、もう1作品だけ、蛍川とですね、泥の川っていう、この2作品、3作品っていうのかな、これしか読んだことないんですよね。なのでね、僕がね、好きな作家さん、もうこの人好きだって、思った作家さんはですね、一目惚れに近いような感じなんですよ。読んだ瞬間に、この人何かが違うという風に感じさせてくれて、それでね、好きになったっていう感じなんですよね。それで言うとですね、僕がですね、一番読んできた作家さん、ある作家さんの作品を一番読んできたのは、夏目漱石さんとかになっちゃうんですよ。僕がですね、読書を始めた初期の頃が、近代文学ばっかり読んでたので、夏目さんとか太宰さんとか、あとは芥川さんとかですね、谷崎潤一郎さんとか、そこら辺ばっか読んでてですね、最近になって、伊坂さんとか、森見留彦さん、あとは東野圭吾さんとかですね、湊かなえさんとか、現代作家を読むようになってきてですね、いろんな作家と出会ってるわけなんですけども、やっぱりね、それぞれの作家さんに対して、ね、思い出が本当に深くてですね、伊坂幸太郎さんとかは、初めて読んだ時にですね、16ピエロを僕は初めて読んだんですけども、この作家さんは現代版の夏目漱石さんだなって思ったぐらいに、もう教養がすごい深くて、で、その教養をですね、物語に織り交ぜるのがすごい上手いなって思ったんですよ。あとはミステリーの書き方で言うとね、本当に伏線回収が上手い方だなと。湊かなえさんとか東野圭吾さんとはまた違ったような感じで、上手い感じでこっちを錯覚に陥れて、最後ね、物語をきれいに終わっていくなっていうのが感じ取れる作家さんでして、あとはですね、森見留彦さんも夜は短し歩け乙女で、初めてですね、僕が、小説って面白いなって思わせてくれた作家さんでしたので、森見さんもですね、本当に好きな作家さんなんですけども、あとは、三浦綾子さんですね、塩刈峠っていう、僕のですね、バイブルですね、間違いなく。で、さっきですね、その、司馬遼太郎さんでも武士道が学べるってことを言ったんですけども、この塩刈峠でも武士道がすごい現れてる作品でして、それがゆえに、僕のバイブルになってるんですけども、ただ、実を言うと、三浦綾子さんも、塩刈峠しか読んだことないんですよ。なのでね、僕のね、読書の仕方っていうのは、ある作家さんをずっと読み続けるっていう感じの読み方じゃなくて、いろんな作家さんを味わいたいなっていう思いがあるので、同じ作家さんを2回続けて読んだことっていうのは、多分ないですね、今までは。あとは、その本のジャンルっていうのを変えてですね、夏目さんとか太宰さんの、近代文学を読んだ後は、現代文学読もうみたいな感じで、あとはその海外作家に行ったりとかしてるので、本当に一人一人ですね、各作家さんをじっくり味わってるわけなんですけど、その中でも、今回、紹介したお三方はですね、本当にビビッとくるものがあって、この作家さんをもう間違いないって思わせてくれた作家さんでしたので、このね、お三方に関しては、僕はですね、もう一生かけて、全部の作品読んでいこうかなと思ってます。ぜひですね、皆さんもこの作家さんだけは絶対外せないっていう作家さんがいたらですね、コメント欄で教えてほしいなと思います。はい、それではですね、今回の動画はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。